皆さんこんにちは。プログラミング講師の春です。今回は Next.js と Prisma、Stripe を使用してサブスク機能を追加していきます。すでに作成済みのクイズアプリにサブスク機能を導入します。クイズアプリはチャット GPT を使用しているので、完全で無料で公開することは難しくなります。そこでクイズ生成回数に制限を設け、サブスクを購入すると制限なく使えるようにします。決済ページは、ストライプが構築済みのページと、カスタマイズ可能なページの2つを紹介します。ストライプを使用したサブスクの構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは始めていきましょう。今回のプロジェクトは、すでに作成済みのクイズアプリにサブスク機能を追加していきます。まだクイズアプリを構築していない方は、こちらの講座を参考にしてください。必要なライブラリをインストールします。ShadowCN のダイアログコンポーネントをインストールします。最新バージョンで動かない場合もありますので、チュートリアルのバージョンに合わせるようにしてください。データベースを構築していきます。ユーザーテーブルに生成回数をカウントするカラムを追加します。サブスクリプションテーブルを追加します。ストライプの顧客 ID やサブスクリプション ID、商品 ID、有効期限を保存します。マイグレーションコマンドでデータベースを再構築します。データベースが消えますので注意してください。ジェネレートコマンドでプリズマクライアントを生成します。開発時は npx プリズマ db プッシュコマンドを使用してください。別ターミナルを開き、プリズマスタジオを起動します。サブスクリプションテーブルが追加されていることを確認します。npm ランデブで起動します。データベースが削除されているので、ログイン中であればログアウトしておきます。クイズ生成回数を制限するための処理を追加します。サブスクリプションの有効確認を行います。アクションズフォルダーにチェックサブスクリプション .ts ファイルを作成します。プリズマをインポートします。day_in_ms は day_in マイクロセカンズを表していて、1日が何ミリ秒であるかを定義しています。1日は8640万ミリ秒になります。チェックサブスクリプション関数を作成します。ユーザー ID が渡されていない場合は、フォルスを返します。データベースのサブスクリプション情報を取得します。サブスクリプションが存在しない場合は、フォルスを返します。サブスクリプションの有効期限のカレントピリオドエンドにミリ秒を表現した1日を加え、その時間が現在時刻よりも後であれば、サブスクリプションはまだ有効であると判断しています。クイズの生成回数をデータベースから取得します。アクションズフォルダーに getCount.ts ファイルを作成します。プリズマをインポートします。getCount 関数を作成します。データベースからユーザー情報を取得して生成回数を返します。ユーザーが存在しない場合は0を返します。新規クイズ作成ページを修正していきます。
クイズニューフォルダーのページ .tsx ファイルを開きます。先ほど作成した関数をインポートします。サブスクリプション有効確認とクイズ生成回数を取得してクイズニューコンポーネントに渡します。クイズニューコンポーネントを修正します。マックスカウントをインポートします。Use サブスクリプションモーダルとリンクをインポートします。関数の引数に is サブスクリプションとカウントを追加します。モーダルを開くためにサブスクリプションモーダルを定義します。クイズ作成 API のレスポンスのステータスが403の場合はアップグレードを促すモーダルを表示します。サブスクが無効であればクイズ生成回数と最大回数、アップグレードボタンを表示します。div フォルダーの utils.js ファイルを開きます。クイズ生成最大回数を定義します。シャド CN のボタンコンポーネントにアップグレード用の色を追加します。クイズ生成回数が残っているかをチェックします。アクションズフォルダーにチェックカウント .ts ファイルを作成します。マックスカウントとプリズマをインポートします。チェックカウント関数を作成します。データベースからユーザー情報を取得して生成回数とマックスカウントを比較します。最大回数より少ない場合は True を返して多い場合は False を返します。クイズ生成回数を更新します。アクションズフォルダーにアップデートカウント .ts ファイルを作成します。プリズマをインポートします。アップデートカウント関数を作成します。データベースからユーザー情報を取得して生成回数をプラス1して更新します。API クイズホルダーの root.ts ファイルを開きます。先ほど作成した関数をインポートします。クイズ生成回数をチェックします。サブスクリプションが有効かをチェックします。無料生成回数が終了していて、サブスクリプションが無効である場合は、ステータス403を返します。この403ステータスを受け取ったら、アップグレードを促すモーダルを表示します。500のステータスは404に変えておきます。クイズが生成されたら生成回数を更新します。アップグレードを促すモーダルを作成していきます。フックスフォルダを作成し、Use Subscription Modal
TS ファイルを作成します。ズスタンドを使用してモーダルの状態を管理します。モーダルの閉会はこの Use Subscription モーダルのフックを使用して行います。コンポーネンツホルダーにサブスクリプションホルダーを作成してモーダルプロバイダー .tsx ファイルを作成します。Use クライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。モーダルプロバイダー関数を作成します。コンポーネントのマウントが完了するまでモーダルを表示しないようにします。ナビゲーションにアップグレードボタンを表示していきます。レイアウトを開いてモーダルプロバイダーとチェックサブスクリプションをインポートします。サブスクリプション有効チェックを行います。ナビゲーションコンポーネントに Is サブスクリプションを渡します。モーダルプロバイダーを追加します。ナビゲーションを開きます。関数の引数に Is サブスクリプションを追加します。サブスクリプションが無効であればアップグレードボタンを表示します。サブスクリプションホルダーにサブスクリプションモーダル .tsx ファイルを作成します。Use クライアントでクライアントコンポーネントにします。ShadowCN のダイアログコンポーネントをインポートします。ダイアログコンポーネントを使用すると簡単にモーダルが作成できます。詳しくは公式ドキュメントを参考にしてください。サブスクリプションモーダル関数を作成します。Use サブスクリプションモーダルをコールします。ダイアログを使用してモーダルを作成します。タイトル、説明、アップグレードボタンを表示します。npm run dev で動作を確認します。データベースが削除されているので Google 認証でサインアップします。クイズを作成して回答します。もう一度クイズ作成画面を開くと生成回数が増えていることを確認できます。クイズ生成回数を10回に設定しているので1回に変更してみます。クイズ作成画面を開くと最大回数が1回になっています。この状態でクイズを作成するとアップグレードを流すモーダルが表示されます。ストライプの設定を行います。ストライプのサイトにアクセスしてください。ストライプにサインアップしてダッシュボードを開きます。新規アカウントを作成してください。テスト環境のトグルを有効にしてテスト環境にしてください。テスト環境にすると
料金が発生しないので安心して開発することができます。サブスクの商品を登録していきます。その他の商品カタログを選択します。商品を追加ボタンをクリックします。名前をスタンダードプランにします。説明も画面に表示しますので入力してください。月額1000円に設定します。検索キーに商品の分かりやすい名前を設定します。商品を保存をします。今回はもう一つ商品を追加してみます。どちらも無制限にクイズを生成できるようにしますが、本来はプランによって制限を設けるようにしてください。プレミアムプランが作成されました。これで商品の準備は完了です。ストライプを使用するには API キーを発行する必要があります。開発者ボタンをクリックして API キーの画面に遷移します。公開可能キーとシークレットキーをコピーして環境変数に設定します。Next Public App URL も設定しておきます。商品選択画面を作成し、決済画面を構築します。まずはストライプが提供している構築済みの決済ページを使用します。構築済みの決済ページであるストライプチェックアウトを使用すると、簡単に決済機能を実装することができます。ストライプチェックアウトはこのような画面になります。ストライプ上の設定で簡単にカスタマイズすることができます。構築済みの決済ページの作成フローはこちらのドキュメントを参考にしてください。app フォルダーにチェックアウトフォルダを作成し、ページ .tsx ファイルを作成します。モジュールをインポートします。チェックアウトページ関数を作成します。認証情報を取得して認証してない場合はログイン画面にリダイレクトします。サブスクリプションの有効を確認します。チェックアウトコンポーネントをコールします。コンポーネンツのサブスクリプションホルダーにチェックアウト .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクレントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。関数の引数の型を定義します。チェックアウト関数を作成します。トーストとプライシーズを定義します。API プライシーズに GET リクエストを送信してストライプに登録した商品のリストを取得します。GET プライシーズをコールするとリクエストが実行されます。API チェックアウトにポストリクエストを送信してチェックアウトセッションの URL を取得します。チェックアウトをコールするとリクエストが実行されます。API ビリングポータルにポストリクエストを送信してカスタマーポータルの URL を取得します。ビリングポータルをコールするとリクエストが実行されます。ユーズエフェクトで画面を表示するときに Get Prices をコールして商品リストを取得します。取得に成功したら Set Prices でプライシーズに商品リストを格納します。取得に失敗したらトーストでエラーを表示します。申し込むボタンをクリックしたらハンドルチェックアウト関数が実行されます。チェックアウトをコールしてチェックアウトセッションの URL を取得します。取得に成功したら
チェックアウト画面に遷移します。取得に失敗したら、トーストでエラーを表示します。決済内容確認ボタンをクリックすると、ハンドルビリングポータルが実行されます。ビリングポータルをコールして、カスタマーポータルの URL を取得します。取得に成功したら、カスタマーポータルに遷移します。取得に失敗したら、トーストでエラーを表示します。サブスクリプションが有効であれば、決済内容確認ボタンを表示します。このボタンをクリックすると、カスタマーポータルに遷移します。サブスクリプションが無効であれば、商品リストを表示します。商品取得中は、プラン取得中と表示します。プライシーズをマップでループして、商品リストを表示します。商品名、説明、月額を表示して、申し込むボタンを設置します。ストライプ API を使用できるようにします。lib ホルダーに stripe.ts ファイルを作成します。ストライプのシークレットキーと API バージョンを設定して、ストライプをエクスポートします。ストライプの商品を取得する API を作成します。API ホルダーにプライシーズホルダーを作成して、root.ts ファイルを作成します。モジュールをインポートします。Get 関数を作成します。stripe.prices.list で、ストライプに登録した商品を取得します。Lookup Keys には、商品の検索キーを設定します。Lookup Keys を設定しないと、すべての商品が取得されます。Expand で、データプロダクトを指定すると、商品情報も取得できます。API ホルダーにチェックアウトホルダーを作成して、root.ts ファイルを作成します。モジュールをインポートします。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからユーザー ID、商品 ID、名前、メールアドレスを取得します。stripe.customers.search でストライプに登録された顧客情報を検索します。クエリには検索情報を指定します。メタデータにログインしているユーザーのユーザー ID が設定されている顧客を検索します。ストライプに登録された顧客情報があれば、顧客 ID を取得します。ストライプに顧客情報がなければ、stripe.customers.create で顧客を作成します。メタデータにログインしているユーザーのユーザー ID を設定します。stripe.checkout.session.create でチェックアウトセッションを作成します。サクセス URL には、決済が完了した時に遷移する URL を指定します。キャンセル URL には、決済がキャンセルされた時に遷移する URL を指定します。ペイメントメソッドタイプスには、支払い方法としてクレジットカードを指定します。モードには、サブスクリプションを設定します。ビリングアドレスコレクションには、料金請求先の住所を自動的に収集する設定にしています。カスタマーには顧客 ID を指定します。LINE アイテムスには商品の情報を指定します。メタデータにはログインしているユーザーのユーザー ID を設定します。レスポンスとしてチェックアウトセッションの URL を返します。NPM ランデブで動作を確認します。アップグレードボタンをクリックして商品選択画面に遷移します。ストライプで登録した商品が表示されていることを確認します。お支払いが成功したときに表示するページを作成していきます。APP ホルダーにサクセスホルダーを作成して
page.tsx ファイルを作成します。モジュールをインポートします。サクセスページ関数を作成します。認証情報を取得して認証してない場合はログイン画面にリダイレクトします。サクセスコンポーネントをコールします。コンポーネンツのサブスクリプションホルダーに success.tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。関数の奇数の型を定義します。サクセス関数を作成します。ルーター、トースト、サブスクリプションズを定義します。API、サブスクリプションズにポストリクエストを送信してサブスクリプション情報を取得します。get サブスクリプションズをコールするとリクエストが実行されます。ユーズエフェクトで画面を表示するときに get サブスクリプションズをコールしてサブスクリプション情報を取得します。取得に成功したらサブスクリプションズ情報を格納します。画面の表示を作成します。サブスクリプション情報取得中は詳細情報取得中と表示します。サブスクリプション図をマップでループしてサブスクリプション情報を表示します。サブスクの開始と有効期限を日付型に変換します。お支払いナンバー、サブスクの状態、開始日、有効期限を表示します。サブスクリプション情報を取得する API を作成します。API フォルダーにサブスクリプションズフォルダを作成してルート .ts ファイルを作成します。モジュールをインポートします。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからユーザー ID を取得します。stripe.customers.search で Stripe に登録された顧客情報を検索します。顧客情報が存在しない場合はエラーにします。顧客 ID を取得します。stripe.subscriptions.list でサブスクリプション情報を取得します。カスタマーには顧客 ID を設定します。ステータスにはサブスクリプションの状態を指定します。アクティブで有効なサブスクリプションののみを取得します。レスポンスとしてサブスクリプション情報を開始します。ウェブフックを使用してストライプからイベントを受信します。お支払いの成功や失敗、サブスクリプションの更新などのイベントを受信します。イベントは非同期で実行されるので、ウェブフックの設定は重要になってきます。開発者画面のウェブフックを開きます。すでにウェブフックを作成しているので、この画面になっていますが、新規の場合は、ローカル環境でテストボタンがありますので、クリックしてください。CLI をダウンロードのリンクをクリックして、Stripe CLI をインストールします。Stripe CLI は OS によってインストール方法が異なりますので、公式ドキュメントを参考にしてください。インストールが完了したら、ターミナルを開いて、Stripe ログインコマンドを実行します。表示された URL をブラウザで開いてアクセスを許可します。ストライプリスンコマンドを実行します。ストライプリスンコマンドを実行すると Webhook のシークレットキーが表示されます。
環境変数を開いて、ストライプ Web フックシークレットに設定します。データベースにサブスクリプションの情報を保存します。アクションズフォルダーに Create Subscription.ts ファイルを作成します。プリズマとストライプをインポートします。Create Subscription 関数を作成します。プリズマ .subscription.create を使用して、サブスクリプション情報をデータベースに保存します。データベースのサブスクリプション情報を更新します。アクションズフォルダーに Update Subscription.ts ファイルを作成します。プリズマとストライプをインポートします。アップデートサブスクリプションの関数を作成します。プリズマ .subscription.update を使用してサブスクリプション情報を更新します。データベースからサブスクリプション情報を取得します。アクションズフォルダーに Get Subscription.ts ファイルを作成します。プリズマをインポートします。Get サブスクリプション関数を作成します。プリズマ .subscription.findUnique を使用してサブスクリプション情報を取得します。API フォルダーに Webhook フォルダを作成してルート .js ファイルを作成します。モジュールをインポートします。Webhook のシークレットキーを設定します。ポスト関数を作成します。リクエストボディからテキストとして取得します。ストライプのシグネチャーをヘッダーから取得します。ストライプの Webhook シグネチャーを検証してイベントを取得します。イベントデータからセッション情報を取得します。イベントタイプによって異なる処理を実行していきます。最初のお支払いが成功したときは、Checkout.Session.Completed イベントを受信します。ユーザー ID がセッションのメタデータに含まれているかを確認します。ストライプからサブスクリプションの詳細情報を取得します。データベースにサブスクリプションの情報が存在する場合は、サブスクリプション情報を更新します。データベースにサブスクリプション情報が存在しない場合は、サブスクリプション情報を作成します。定期的なお支払いが成功したときは、Invoice.Payment Succeeded イベントを受信します。ストライプからサブスクリプション情報を取得して、データベースのサブスクリプション情報を更新します。npm ランデブで動作を確認します。申し込みボタンをクリックすると、チェックアウトセッション画面に遷移します。チェックアウトセッション画面は、ストライプ上でアイコンやロゴ、ブランドカラーなどカスタマイズすることができます。ストライプにはテスト用のカードが用意されています。こちらの4242のカード番号を入力して、申し込みボタンをクリックします。お支払いに成功すると、お支払い成功画面に遷移します。お支払いナンバーやサブスクの状態、開始日と有効期限が表示されることを確認します。
クイズ作成画面に遷移すると、生成回数の制限がなくなっていることが確認できます。データベースを確認すると、有効期限が1ヶ月後に設定されています。次はカスタムの決済フォームを作成していきたいので、サブスクリプション情報のデータベースを削除しておきます。削除するとアップグレードボタンが表示されます。今回はカスタム可能な決済画面を構築していきます。アプリ上に決済画面を表示するので、ユーザーはストライプを使用することを意識することなく決済を行うことができます。ストライプエレメンツを使用して構築していきます。カスタム決済のフローはこちらを参考にしてください。ユーザーナビゲーションに決済画面に遷移するリンクを追加します。前回作成した構築済みの決済画面へのリンクと、今回作成するカスタム決済画面へのリンクを追加します。カスタム決済用の商品選択ページを作成します。APP ホルダーにペイメントホルダーを作成し、ページ .tsx ファイルを作成します。モジュールをインポートします。ペイメントページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証してない場合はログイン画面にリダイレクトします。サブスクリプションの有効チェックをコールして、ペイメントコンポーネントをコールします。構築済み決済のコンポーネントとほぼ同様になりますので、チェックアウト .tsx ファイルをコピーして、ペイメント .tsx ファイルに変更します。ユーズルーターをインポートします。チェックアウト関数をペイメント関数に変更します。ルーターを定義します。サブスクリプション作成の API をペイメントに変更します。API の実行に成功したら、レスポンスを URL からクライアントシークレットに変更して、決済入力画面に遷移します。カスタム決済ページに変更します。サブスクリプション作成の API を作成していきます。API ホルダーにペイメントホルダーを作成して、ルート .ts ファイルを作成します。モジュールをインポートします。サブスクリプションの型を定義します。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからユーザー ID、商品 ID、名前、メールアドレスを取得します。顧客 ID をストライプから検索して取得します。顧客情報がない場合は、ストライプ .customers.create を使用して顧客情報を作成します。ストライプ .subscriptions.create でサブスクリプションを作成します。カスタマーには顧客 ID を設定します。アイテムスには商品 ID を設定します。ペイメントビヘイビアには支払い方法を設定します。エクスパンドには
決済情報を設定します。メタデータにはログインしているユーザーのユーザー ID を設定します。データベースからサブスクリプション情報を取得します。サブスクリプション情報が存在する場合は、アップデートサブスクリプションを使用してサブスクリプション情報を更新します。データが存在しない場合は、クリエイトサブスクリプションを使用してサブスクリプション情報を保存します。カスタム決済画面を表示するには、クライアントシークレットが必要なので、フロントエンドにクライアントシークレットを返します。カスタム決済フォームを使用してお支払い画面を作成していきます。APP のペイメントホルダーにクライアントシークレットホルダーを作成し、ページ .tsx ファイルを作成します。モジュールをインポートします。URL のクライアントシークレットを取得します。ペイメントディテールページ関数を作成します。認証情報を取得して認証していない場合は、ログイン画面にリダイレクトします。ペイメントディテールコンポーネントにクライアントシークレットキーを渡します。サブスクリプションホルダーにペイメントディテール .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。ロードストライプでストライプの公開鍵を読み込みます。関数の奇数の型を定義します。ペイメントディテール関数を作成します。ストライプエレメンツのオプションを設定します。ストライプエレメンツにはテーマが用意されています。CSS で細かいデザインの調整もできますので、アプリに合わせてカスタマイズすることが可能になります。今回はストライプのテーマを使用して角を調整しています。決済フォームはエレメンツでラップする必要があります。ストライプペイメントエレメントを使用してカスタム決済フォームを作成します。サブスクリプションホルダーにペイメントホーム .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。関数の奇数の型を定義します。ペイメントフォーム関数を作成します。ストライプエレメンツを定義します。決済ボタンをクリックすると、ハンドルサブミット関数が実行されます。ストライプが読み込まれているかを確認します。ストライプ .confirm ペイメントを使用して決済を確定します。リターン URL には決済完了後に遷移する URL を指定します。エラーがあればエラーメッセージを表示します。決済フォームを作成していきます。リンクオーセンティケーションエレメントは顧客の決済情報を保存して自動入力します。ペイメントエレメントのレイアウトはタブを指定しています。タブ、ラジオボタンありのアコーディオン、ラジオボタンなしのアコーディオンから選ぶことができます。決済ボタンとエラーメッセージを表示します。npm ランデブで
動作を確認します。ユーザーメニューからカスタム決済をクリックします。カスタム決済用の商品が表示されることを確認します。ペイメントディテールページ関数をエクスポートしてなかったので追加します。申し込むボタンをクリックすると決済画面が表示されました。テスト用のカード番号を入力して決済します。決済が完了するとお支払い成功画面に遷移します。最後にカスタマーポータルを実装していきます。カスタマーポータルを実装することでユーザーがサブスクの内容を確認したり、プランのキャンセルや更新をすることができるようになります。ユーザー自身でアカウントを管理できるようになるのでかなり便利になります。すべての機能を自前で実装するにはかなり工数がかかってしまいますので、カスタマーポータルを利用することをお勧めします。API ホルダーにビリングポータルホルダーを作成して、ルート .ts ファイルを作成します。モジュールをインポートします。リダイレクト先の URL を設定します。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからユーザー ID を取得します。データベースからサブスクリプション情報を取得します。サブスクリプション情報が存在しない場合はエラーにします。stripe.billingportal.session.create でカスタマーポータルを作成します。カスタマーポータルの URL をレスポンスとして返します。カスタマーポータルを有効にするには、設定のカスタマーポータル画面に遷移します。カスタマーポータルリンクを有効にします。ユーザーメニューからカスタム決済をクリックすると、サブスクに申し込み中ですと表示されます。決済内容確認ボタンをクリックすると、ストライプの画面に遷移して、サブスクの内容を確認できます。プランのキャンセルや更新をすることができます。サブスクに登録したので、クイズを無制限に生成することができるようになりました。以上で Next.js と Prisma、ストライプでサブスク機能構築は終了です。クイズ生成回数に制限を設けることで、サブスクを導入する方法を紹介しました。特にコンテンツ提供サービスで有効になります。ストライプが構築した決済画面を利用する方法と、より柔軟性のあるカスタム決済画面を構築する方法を解説しました。カスタム決済画面の構築も簡単に実装できるので、ぜひ試してみてください。サブスクを導入することによって、収益の安定化を図ることができます。定期的な収入を得ることで、ビジネスの成長と持続性を高めることになります。プロジェクトが成功することを願っています。講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは前でも解説していますので参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人解説の疑問点など何でもご質問ください。会員登録しておくと新着の講座情報が届きます。もし参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。